皆さんこんにちは。スピーカーの音は置き方で劇的に変わります。いいスピーカーを買ったのに音が今一つに感じる場合は置き方に問題があるのかもしれません。今回は理論的に導き出したスピーカーの置き方と部屋に合ったサイズの選び方を解説します。音を悪くする最大の要因が低材波です。低材波の形は部屋で決まりますが、音を出さなければ発生しません。低材波を発生させるのはスピーカーです。スピーカーの置き場所によって低材波の出方が変わります。スピーカーのベストな置き場所は、低材波の発生が最も少なくなる場所です。その答えは壁から部屋のサイズの4分の1のところです。これを4分の1セオリーと呼びましょう。なぜ4分の1なのか説明していきます。低材波というのは2つの平行な面の間を音が行ったり来たり往復することで発生します。平行な面さえあればどこでも発生する厄介な現象です。低材波は特定の周波数を強調します。これによって周波数特性が乱れて音色がおかしくなります。低材波は強振ですから過渡応答も悪くなります。例えばサブウーファーを床にベタ置きすると低音がボワンボワン響いたりワンテンポ遅れて聞こえます。低材波が発生する周波数は平行な面間の距離で決まっていて次の式で計算できます。例えば一般的な室内では次の結果になります。1時、2時、3時というのは低材波の次数です。この次数は理論上無限にあります。こちらは1時、2時、3時の低材波の様子です。部屋の中でスピーカーを鳴らすと上下左右前後の方向にこのような低材波ができますが、ある程度吸音が働くので、すべての低材波が問題になるわけではありません。実際に問題になる低材波は限られています。そこで最も音を悪くする低材波に注目して、それが発生しにくい場所を置き場所にするというのが現実的な対策です。では最も音を悪くする低材波というのはどれなのでしょう。これは先ほどの計算結果です。1時の周波数は音楽信号にあまり含まれていません。つまり低材波はあるけど発生しにくい周波数です。3時以降は周波数が高いので部屋の中にあるものである程度吸音されます。それはクッション、ベッド、ソファー、カーテンです。2時の周波数は発生しやすく吸音されにくいので一番増幅されます。つまり最も音を悪くする低材波は2時なので、これに注目して置き場所を決めれば良いというわけです。こちらは2時の低材波の様子です。低材波には腹と節があります。スピーカーを腹の位置に置くと低材波が増幅されて、節の位置に置くと低材波が発生しにくくなります。2時の節は壁から4分の1のところにありますから、ここがスピーカーの置き場所になります。この図は部屋を上から見た様子です。緑のポイントが置き場所の候補です。スピーカーを置ける位置はこの4点だけです。ただし長手方向は多少融通できます。低材波は2つの平行な面の間を音が行ったり来たり往復することで発生します。長手方向の融通が効くのは
往復する距離が長いと減衰が働きやすいためです。背後の壁との距離で低温の出方を調整するといいでしょう。この図は部屋を横から見た様子です。置き場所の候補は天井または床から60センチ離れたところです。ウーファーのセンターが床から60センチになるスピーカー台を用意してください。サブウーファーも同じように60センチ離さないといけません。今までサブウーファーの音が悪いとされてきたのは、床にベタ置きしていたのが原因だったと考えられます。こちらはデスクトップに設置する場合です。デスクトップでは机の天板と天井の間で起こる低材波が問題になります。周波数が変わりますが、やることは同じです。この図ではウーファーを43センチ浮かせています。ツイーターが高くなりすぎるので、自分に向けて行角をつけるか上下反転します。デスクトップでは一時も問題です。対策が難しい場合は 120Hz くらいから下を切ってサブウーファーに任せるといいでしょう。これまでスピーカーの置き場所を紹介しましたが、いろんな制約があってその通りにできない場合があります。1時と3時以降の低材波は影響が少ないという理由で対象から外しましたが、対策できればそれに越したことはありません。そこで吸音対策を併用します。こちらは低材波を吸音できるアイテムの例です。置き方だけでは限界があります。置き方と吸音対策の合わせ技で足りない効果を補います。すべての低材波はコーナーが腹です。ここに吸音アイテムを置くことで、1時から3時に限らずすべての低材波に吸音を働かせることができます。吸音対策をすれば低材波から解放されて置き場所が自由になるというわけではありません。スピーカーはできるだけ低材波が発生しにくい節の近くに置くことが重要です。スピーカーを自分に向ける置き方を内振り、外側に向ける置き方を外振りと呼ぶようです。この違いは直接音と間接音の比率です。内振りでは直接音が最大になります。外振りにすると直接音が減って間接音が増えます。反対向きで 100% 間接音になります。原音再生に最も近いのはスピーカーを自分に向けた内振りです。外振りにすると音場に広がりが出る代わりに音像がぼやけていきます。ここは好みで決めたらいいでしょう。リスニングポジションはオレンジの線の内側で考えるといいでしょう。壁に近すぎると壁から反射してきた音と干渉して音像がぼやけたり、周波数特性に谷ができます。スピーカーとリスニングポジションの位置が決まるとリスニング距離が出ます。リスニング距離から適切なスピーカーのサイズが決まります。こちらは以前ご紹介した音源のサイズと距離の関係です。基本的には赤い線を目安にスピーカーのサイズを決めます。この線から大きく外れると問題が起きます。例えば大きすぎるモデルを選ぶとツイーターが見上げる高さになったり、高音と低音が上下に分かれて聞こえます。小さい方は問題ないかというとそうはなりません。小口径の低音はすぐに拡散してしまいます。
小型のモデルを遠くから聞くと低音が不足して物足りない音になります。このようにスピーカーの置き場所とリスニングポジションとサイズは一定のルールのもとに合理的に決めることができます。低在波の問題を機器の買い替えやケーブルの交換で改善することはできません。ルールから大きく外れている場合はそこを見直すことが先決です。ご視聴ありがとうございました。